gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。シトノン島のシーズン3が今日からスタートします。最近はずっと街を作っていたので、今回は自然の多い田舎な島を作っていきます。どんな島になっていくのか楽しみな方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最初といえばエントランス作りなので、島をさらっと紹介してから作り始めていきます。シトロン島は南河口2つ、小さめの岬、短い桟橋、左寄りのプライベートビーチ、飛行場から案内所まで横8マス、縦19マスです。今回作る範囲はこの辺り、だいたい1区画分ぐらいですね。この画面に映っている範囲のみ作っていきます。自宅を設置する場所をしっかりと決めていきたいので、カメラを起動して位置決めからです。右上ぐらいに自宅が来るようにしたいので、この辺りを目安にしていきます。適当に目印を。自宅は横5マス、縦4マスなので、まあまあ幅広ですね。高さのあるものを置いて想像していきます。思っているより近いですね。カメラを起動する位置を変え、さらに2マスほど奥へ押し込みました。位置が決まったので道を作っていきます。道は側を決めてから C カーブになるように敷いていきます。カーブさせとけばなんかええ感じになりそうな予感がする。自分の予感に従って敷いていきます。新作のマイデザインは田舎の砂利道です。今回の島は可愛い感じにしようと思っているので、それに合わせてかなり薄い感じにしてあります。薄いグレーの砂利に砂利の両端は枯れた草や土が見え隠れするイメージで描いています。砂利もあまり主張が激しすぎると集合体恐怖症の症状が出てしまい、目をつむる事態に発展してしまうので、そこまでボコボコ感を出さずに、道路に小石が転がっているなーくらいの主張を目指しました。砂利道と道路のちょうど中間くらいの位置づけですね。もう少し自分で使ってみて使用感やつながりがおかしいところとかを修正してから投稿予定です。ちょっとだけ道をまっすぐにできなかったくらいの出来栄えですが OK です。花いっぱい運動の始まりです。今回はオランダのチューリップ畑のような雰囲気にしたいので、これでもかというくらい花を植えます。更地化させるときにマイデザインを敷きまくるより、花を植えまくる方が負担がえぐいだろうなと思いつつ植えています。作り始めたばかりなのにもう終わりを考えているのがどうかしていますね。しぜいさんからの島評価で、いつも花が足りないと言われているので反発して植えまくっている感じですね。もう文句は言わせませんということで植えまくっています。道に沿って花を植え終わりました。カクカクしていますが、花が咲いてから考えます。エントランスから自宅は近ければ近いほどよく、かつ案内所へのアクセスのしやすさも譲れませんね。ということで、毎回エントランスと案内所の中間地点に家を建てるのが恒例行事ですね。花を育てていきます。これも毎度馴染みですね。思っている以上に直線すぎたので、花をもっとカーブさせていきます。中央の5本を抜いて、左側に1マスずつずらしていきます。今回の島作りは細長くやっていこうと思っているので、飽きないように自然が融合した程よい田舎感を出していこうと思っています。季節が変わると作っている島に飽きが来てしまうので、それを見越した自分への配慮です。かなりカーブしてきました。真ん中直線は4本くらいまでがベストかもしれませんね。道も花のカーブに合わせていきます。ここのカーブが難しくて、かなり紆余曲折しましたね。内側に道が入り込んだので、投射費でマシになりました。田舎といえば池なので、この辺りに池を掘っていきます。草の地面を掘るのは久しぶりなので、掘った時に出る飛び散る草を見て春が来たとワクワクしますね。今回の島作りはリアルタイムに合わせて季節が変わっていく予定です。
逆を言えば季節感を問わない島作りがしたいなと思っていますけど、花が咲き誇りすぎてすでに春の島ですね。家の前に池ができました。不合だったら錦鯉を解き放ちますね。鋭角すぎる花畑をなだらかにします。斜めのところは1列だけだと丸さが足りないので、同色の花も2列にした方が良さそうですね。植え終わったので咲かせていきます。パッと見よくわかりませんが、丸みを帯びて可愛い感じになってきました。低木を花の横に植えて増殖を断固阻止していきます。斜めすぎますが柵をジグザグに立てて丸っぽいままキープ。できているかどうかはちょっとよくわかりませんね。風車を置いて田舎さアップ。テーマパークだったらあるのかもしれませんが、都会で風車見たことないですからね。透明のマイデザインを敷いて増殖をせき止めます。島と練り子を多用していきます。この細かい葉っぱ感がやぼったさを全て放棄しているので、かなりお気に入りですね。花畑を柵でしっかり囲っていきます。素朴な白い柵はメルヘンです。久しぶりに可愛い島を作っているのでテンションぶち上がりますね。花畑側が完成したので家の周りを整備していきます。シンプルを極めるなら家の前は何も置かない方がいいのですが、マキシマリストなのでそんなことはできません。つい置きたくなっちゃうんですよね。海外の保存された田舎町風に石壁を。無彩色なので万能な柵です。こちらはみんな大好きデコイちゃんです。しれっと家のポストを島の入り口に置きました。この島の主であるかのような振る舞いをしていきます。この時期の雑草がタンポポっぽくて可愛いので育てます。これが雑草が育つ前の段階。育ててきました。雑草も種類を選んで植えたいですね。最後に雑草の増殖止めをしていきます。雑草によって景観が崩れるのを防止します。いらない雑草を少し抜いて仕上げてきました。何が変わったのか私も覚えていません。これでシトロン島の新しいエントランスの完成です。シトロン島シーズン3の最初のエントランス作りはいかがだったでしょうか。動画の更新はゆっくりペースになる予定です。今シーズンも動画の更新を楽しみにしている方はぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more. Time moves on, yet here we stand, holding echoes in our hands. Let the stars